二相楽園を魅了するスーパーライバー。そのキュートなルックスと抜群なセンス、斬新な手法で若者世代の心をがっちりつかみ、つい先日時代を先駆けたプロデュースで一躍トップインフルエンサーの座へと上り詰めた。二相楽園で絶大な影響力を持つカリスマ火花。市民の 99% 以上が彼女に悪気はないと断言する。ちょっとしたいたずらや悪ふざけも可愛く映ってしまうらしい。だが若いからと侮るべからず、配信中の場を仕切る力と瞬発力は誰にも真似できないものだ。今回の一手請求では二相楽園のトップインフルエンサー火花に迫っていこう。今日はゲストに泉州玉殿の10頭将軍コウコウさんをお呼びした。こういう場に出るのは初めてだからご指導よろしくね。ちょうど反壊滅同盟の会議でクタクタで羽を伸ばしたかったの。指導だなんてそんな。ところで火花とはどういうご関係で？もちろんファンよ。ほほう、それはいつから？さっきからね。それはまた急だね。火花さんはファンの悩みを聞いて願いを叶えてあげるでしょ。つまり気を見て運を改めることができるの。実は私も願いがいくつかあってね、自分の因果には干渉できないから他人の手を借りてみようかななんて。泉州の将軍で福の象徴、トップクラスの牧者のコウコウさんでも叶えられない願いがあるのか？それはねえ。そういうのは良くない。バンされてしまう。早速スーパーライバー火花独自の心得を見ていこう。火花は愉悦の運命を歩む炎属性のキャラクターだ。人気ライバーの彼女は絶えず爆笑ネタを世に送り出し、アッハタイムでは大ダメージを出すことができる。スーパーライバーの心得その1、有名人なら誰もが通る道、アンチにしっかり対処すること。火花は普段アンチにどう対応しているのだろうか。もちろん通常攻撃で容赦なく低評価を押して黙らせるのだ。火花さんの人気の理由の一つがその飾らないところなのかもね。その通りだが、火花の凄さはそこだけじゃなく配信を盛り上げるテクニックにもあるぞ。スーパーライバーの心得その2、配信に十分な見どころを用意すること。戦闘スキルを発動すると火花は対戦相手とコラボ配信を開始し、強化された通常攻撃インタラクティブトラップを1回発動する。配信中火花がインタラクティブトラップを発動するたびにそのダメージ倍率がアップし、ランダムなギフトを1つ獲得できるんだ。こんなに張り切ってロケットギフトで応援しちゃおうかな。コウコウさん、私も頑張って司会をしているのでよかったら応援を。ええ、じゃあ徳を積むつもりで。太客に感謝。本題に戻ろう。火花の配信ルームでランダムギフトを送ると普通のギフトか稀にロケットギフトが出る。普通のギフトでは爆笑ネタを獲得でき、運よくロケットが出たらより多くの爆笑ネタ、さらに SP まで獲得できるぞ。運次第で戦闘スキル祭りってことだ。でもいくら運がいい人でも毎回大吉が引けるとは限らないでしょ。そうだな。もしロケットギフトが全然出なかったら火花は困るだろう。どうかな。あの子は抜け目ないし、必要とあらば運気をかき集めて自力で大吉にしちゃうと思うけど。さてはフクロウさん、番組の演出でとぼけてる？将軍の目はごまかせないね。スーパーライバーの心得その3、サプライズを用意すること。アッハタイム中火花が優越スキルを発動すると SP の代わりになる衝撃ネタを一定数獲得できる。同時に敵全体に炎属性の優越ダメージとランダムな敵単体に複数回の優越ダメージを与えるぞ。強化通常攻撃では敵単体と隣接する敵に炎属性ダメージを与える。
火花が爆笑の褒美状態の時、強化通常攻撃は本来のダメージだけでなく、さらに命中した敵単体と隣接する敵にそれぞれ優越ダメージを1回与える。また強化戦闘スキルを発動するたび、本来の効果に加え、さらにランダムな敵に優越ダメージを1回与える。秘技では一定範囲内の敵をしばらくブロック状態にし、敵は味方を発見できなくなる。ブロック状態の敵を攻撃して戦闘に入ると、火花は敵全体に炎属性ダメージを与え SP を回復する。強運を乗り越えて基地に転じる方が、ただ運に恵まれるよりも高みに達していると評価できる。必殺技を発動すると火花は競演を開催する。そしてこれがスーパーライバーの最大の心得。視聴者と共に世界の終わりまで踊り狂うこと。火花はさらに多くの爆笑ネタをもたらし、熱狂で敵全体に火をつけ炎属性ダメージを与える。この時火花が爆笑の褒美状態であれば、通常の必殺技ダメージのほか、さらに敵全体に優越ダメージを1回与えるぞ。そしてスーパーライバーの真骨頂は常人離れした爆笑ネタの生産力。まさに火花いるところに爆笑ネタありだ。特定の奇跡覚醒後、パーティーに優越の運命のキャラがいるとき、火花が必殺技を発動すると爆笑ネタと衝撃ネタを獲得できる。なお優越キャラが多いほどその獲得数は増える。別の奇跡覚醒後、火花が持っている爆笑ネタの数に応じて味方全体の会心ダメージがアップするぞ。へえ、ライバーって本当に忙しいのね。まとめといこう。火花は優越の運命を歩む爆笑ネタ製造機だ。配信を始めると強化戦闘スキルを複数回発動でき、アッハタイムに大量の爆笑ネタを供給すると同時にダメージ倍率がアップしていき、火力も上がっていく。配信中、火花は優越スキルや必殺技の発動、ランダムギフトの獲得などで SP と衝撃ネタを補充し、強化戦闘スキルの発動回数を増やせる。その結果獲得できる爆笑ネタとダメージアップ効果も多くなるんだ。また戦闘前に秘技を使うのも SP 確保の重要手段となる。爆笑ネタの獲得方法を多数持つ火花は、味方全体のアハタイム中の火力と爆笑の褒美の恩恵をアップさせられる。コウコウさんと火花が組んだらすごい相乗効果が生まれそうだ。火花が SP を消費して爆笑ネタを量産し波を起こす。将軍はその波に乗る。爆笑ネタが多いほど火花の追加で優越ダメージを与える効果がより発揮されるからな。一人芝居より二人の方が賑やかだもの。おお、もし強化後の花火も加わればとんでもなく楽しくなりそうね。永久機関になれるポテンシャルに単体複数に叩き出す大ダメージを前にしたら、敵は残業したくともできなくなるなあ。羨ましい。この業界はやはり時代に合わせて進化していくのが大事なようだ。すごく勉強になった。ところでコウコウさん、私は宇宙一の司会を目指しているのだが、その可能性を占ってもらえないだろうか。それをかぶっている限りは吉だけど。みんな見た？銀河の名刺会も花火たちの宝の製品を使ってくれてるんだよ。しかも福の神のお墨付き。売れたいそこの君、迷わず注文しよう。そして高評価フォローも忘れずに。ありがとう。だけどかぶらなければ大大大大吉。運は心から生まれるもの。この吉兆を見た君も新しい一年はぜひ勇気を胸に自分の道を歩み、輝かしい運気を作ってみてね。